職場で逆に今度嫌いな人と付き合う時はとりあえず今は特に嫌いな人っていうのは怒ってる人が多いんですけど、周りにそういう人をとりあえず今のところこう言い返したりはせずに、とりあえずその人の心というかその人の正しさというか心の中で正しいと思ってることを主張しているんだなと思ってるだけなんですけど、そんな感じでいいのかなって感じなんですけど、まあその程度でいいと思いますよ。まあ別に人が怒った中で自分が怒る必要ないでしょうね。だからまあなんかちょっとビジネスに感染しているんだと。みんなまあかなり厳しい感染性の強いビジネスに感染しているんだと。これは空気ではなくて光感染もしますよという感じで、その人が病気で悩んでるんだ。怒りという病で悩んで、そもそも怒りは病とおっしゃってますからね、別に変な考えじゃないんです。まあちょっと光感染する逆に怒ってる方が正しいような感じの今ちょっと職場なのでこう、自分でそんなだからそれは自分の問題で、はい、自分がわがまま張ってるんだからでしょ。自分が素直で謙虚で自我を捨てていれば何のこともないんです。自分の自我もありますからね。あいつは怒ってるんだって言った途端自分の自我でしょうね。自分の自我がなければギャーギャーギャーって言われたっても別にそのまま受け入れられます。自分の間違いを責めてるなら、そういえば間違ってるんだと。でも間違ってることを教えてくれば逆にありがたい気持ちになるはずですよ。自我がなければ。謙虚な人間なら。本当にありがとうございます。教えてくれって言ったから。だからそれで向こうの怒りが消えてしまうし、こういう人は言いやすいやと。素直ですぐ物事を覚える人やと。だから本当は直すべきなのは自分であってね、相手ではないでしょ。だから自分が自分の自我を捨てて謙虚で何者でもないと。いろいろ言われること自体が自分が空いているんだと。お釈迦様は諏訪長って言われやすい人間になりなさいって言ってるんです。言われやすくするためには自我を捨てなくちゃあかんです。俺という考えはもう何でもない、何者でもないんだと。ただ考えたら動いたりしているただの組織だけでしょ。だから言われた方がその組織により正しく受け止めます。言われなきゃ分からないんですね。生きるということは、逆に世間に合わせるということでもあるでしょう。会社で仕事をするということはその会社という社会に自分を合わせることでしょう。だから自我があったら困るでしょう。家族に戻ったら家族という社会に自分を合わせなくちゃいけない。電車に乗ったらもうコミュニターという世界に自分を合わせなくちゃいけないんです。コミュニターで乗客ですね。会社に行ったらもうその会社という社会に自分が合わせる。会社でいろんなところに移動させるとそれぞれ社会が変わっていくんですよ。それに自分が合わせることは生きることでしょうね。だから初めから自分がいると困るでしょうね。ある型でできた自分がいるとどうやって合わせるんですかね。だから
同じ会社で別なところに移動させちゃうと、それで社会が変わっちゃうでしょ。それでその周りから言われた通りにやらなくちゃいけないんですね。私は5年前あのセクションでこういうことやっていたんだからとか、そんなこと言ったってもあんたは移動させちゃったんだから。それが正しい方で、直すのは自分でやって世界ではないんです。周りが結構怒ってるんだって言ったら、問題は自分にあるんですね、結局は。そう思う自分に問題があるんです。自分がどこかで頑固で硬いんですね。成長しない。で成長しなくて、頑丈で硬くて、向こうが何あるか形にしようとするんだけど、なかなか形にならないんですね。長すぎか短すぎか太すぎかいろいろあります。だからどんな形の入れ物にも入りやすく、自分が形をもともとから持たない方がどこ行ったってぶつかりっこはないんです。まあせいぜい言うのは、悪の形には頑固で断った方がいいんですね。世の中で悪を犯して幸福になるわけじゃないでしょう。そんなのはまあ決まってるんだから。違法行為をやって悪を犯して世間が一般的に認めないことをやって幸せになるわけじゃないんだから、そういう方に自分をはめようとすると、それだけは断ります。それはコメント。その時だけ戦後を好む人間になる。頑固になるその時だけ。他頑固になる一生はなくなっちゃうんです。しかし世の中でまたそれ間違っちゃいますよ。まあちょこっと何かいいことをやってる人々いるでしょうに、これで自我を張ってみんなに言いふらしちゃって、私はこういうのせよ、こういうことやりませんと、すごい迷惑でしょう。私はキリスト教で毎日曜日教会に行ってるんだぞとかね、あんた方は神を信仰してないだろうとかね、あんなけなすと早く地獄に落ちると言いたくなるんです。だから自分の戦後関係ないところでぶん殴ることも善じゃないんです。もし悪の人々が悪に強引に戦をするその時だけやりませんと。だからそれをチャンスはかなり少ないと思いますよ。それ以外はまあ自分はないんですね。形はないんです。だからその意図にあってそこでその時の形を作る。出ていったらまた形がなくて、また別なところに行ったらまたまあ一緒でも誰かと一緒にいるんだからね、24時間。みんな困るのは人に合わせて一緒自分に気づくのかいということでしょうね。まあ初めからはないんだから、そんなの気づいたい自分がどうしても本当の自分に気づいたければ、まあ2日間ぐらいもう自分誰とも喋れないで一人でいてみてください。全部ビデオを撮ってどんな人間かと。でそれに本当に自分が会いたいんですからね。
結局友達と話したいでしょうね。家族と話したいでしょうね。外へ出たいでしょうね。そこで楽しみが生まれるでしょうね。2日間ぐらい引きこもっちゃっていると、明らかにだらしなくて何の役にも立てない、目の前で破壊していく自分でしょうね。それが本当の自分なんです。一度たりとも会いたくない存在なんです。それで日本では自分探してるんですね。全部あべこべ。ブッダの話聞いてください。世間の言うことはではなくて全部あべこべなんです。そういうことで周りが起こっている場合はやっぱり自分を自我を据えてみると、何か自分の欠点があってそれが気に入らないんですね。それ直そう。だから自我を捨てると自分が成長するんです。やがてお釈迦様おっしゃったように、誰にも合わせる必要はなくなりましたと。合わせるべき自分も消えましたというところには成長します。それはまあちょっと超越ついたレベルですけど、まだまだ生きてるんだからね。まだまだ生きてるし、出てきたいと思ってるし、長生きしたいと思ってるし、それだったら自我を捨てて、自分がいないことにしてその社会に自分を合わせる。はい、そういうふうに自己管理も欠かせないということで終わりです。